のささやきの朗読やこれは私が小学校4年生で体験した出来事です。私の父は釣りが好きで、毎週日曜日は日が昇る前から釣りへ出かけていました。家から釣りをする海までは車で40分ほどかかります。私の家は山にあるので、山を下って川沿いを走り、トンネルを抜けてしばらく走ると海に着きます。父は帰宅すると、魚が釣れた日は釣りの話をしてくれるのですが、坊主だと妙な話をしてくるのです。いつも釣りに行く途中な。朝の4時頃かな。女の人と幼い子供がトンネルを抜けたあたりを歩いている姿を見かけるんだよ。多分親子なのかな。なんであんな時間に歩いているんだろう。父はただ不思議に思っていたのか、普通に話していましたが、私や家族は、それってもしかして、と恐怖に駆られていました。私は特に怖がりだったので、そういった話を聞いてしまうと、数日は頭から離れず、トイレに一人で行くことも無理でした。釣りには興味があったのですが、父が言っていたその場所には近づかないでおこうと心に決めていました。今度、一緒に釣り行ってみるかと、夏休みに父からそう言われたときは、嬉しさと同時にあの場所を通りたくない気持ちがありました。結局釣りの誘惑に負けた私は、父と釣りに行く約束をしたのです。当日、朝の3時に起こされて出発しました。まだ眠かった私は、また寝れば怖い場所もあっという間に通り過ぎると思い、父へ、着いたら起こして、とお願いをして目を閉じました。しかし車が進むにつれて目が冴えてしまい、我慢できなくなって恐る恐る目を開けてみると、そこはトンネルをちょうど通過したあたり、父が言っていたあの場所でした。あっという間もなく、私の目に飛び込んできたのは、公衆電話のボックスでした。そしてその方向に、髪の長い女性と幼い子供が、一緒に歩いているのを見てしまったのです。女性と子供は、腰のあたりから下がほとんど見えませんでした。全身がうっすらと霧がかかったかのように、はっきりとは認識できませんが、立体的で人ということは確実にわかりました。あまりの恐怖に声も出せず、私はまた目を閉じました。とその瞬間、車で私の隣に人が乗っている気配がしました。恐怖で頭がパニック状態になりますが、まるで満員電車で身動きが取れないような感覚になり、耐えきれなくなった私は目を開けてしまいました。すると私の隣には白く体が透けた大人がぴったりと私にくっついて座っていました。長い真っ黒の髪で顔は見えませんでしたが、さっきまで電話ボックスのあたりにいた女性だと直感しました。私は動かない体を必死に動かそうともがきます。やがて首がようやく動き、続いて全身が動きました。その時にはもう横には誰もおらず、パニックになっていた私は無意識に大泣きしてしまいました。父は驚いたようで車を止め、もうすぐ着くからね、と落ち着かせてくれて再出発しました。その後私は当然釣りどころではありませんでした。あまりの恐怖で平常心を失い、1週間くらいは無気力な日々を過ごし、両親にも心配をかけていました。この出来事のことは誰にも言えず、私も大人になりました。話をすると思い出してしまうのではないかと恐怖をしていましたが、こうして話ができたということは、時とともに少しだけ私の中で恐怖が和らいだのかもしれません。この体験は忘れることはありませんし、
あの道だけは通らないように今でも注意して生活しています。何年か前、夜中に体調不良となった私は、吐き気でトイレから出られなくなるという事態に見舞われてしまいました。朝方には体調も戻ったのですが、微熱があったので仕方なく仕事を休んで、病院へと行くことにしました。血液を採取して診察が終わり、あとは結果を待つのみでした。まあ、あとは薬をもらってすぐ帰れるだろうな、と思っていたのですが、これは入院ですね。え、入院ですかと、私は耳を疑いました。診断結果は胃腸炎でしたが、血液の炎症値が高すぎるとのことで、まさかの入院治療となってしまいました。入院したくない、と交渉はしましたが、聞き入れてはもらえず、人生初の入院をする羽目になりました。急な入院だったためにベッドも空いておらず、少し離れた個室が私の部屋でした。ちょっと離れますけど、何かあったら呼んでもらえばすぐに来ますので、と元気な看護師さんに部屋を案内されて入院生活が始まりました。それにしてもやることがありません。食事は絶食治療のためになし、常に点滴をしているので何をするにも億劫でした。突然の入院でしたから暇を潰す準備もしていません。私はとにかく寝て過ごすことにしました。夜中ふと目が覚めた私は催したのでトイレへ向かいました。用を済まして手を洗っていると、不意に後ろから声をかけられました。調子はどうだい？びっくりして振り返ると、そこには痩せた60代くらいの男性が立っていました。あまり良くないみたいで、食事ができないんですよね。そう答えると、その男性は嬉しそうに笑みを浮かべ、トイレから出て行ってしまいました。一体何なんだろう、とは思いましたが、私も部屋へ戻って再び眠りにつきました。その男性とは、その後も廊下等でちょくちょく出会ったのですが、何かおかしいのです。相手は私に対して、調子はどうだいと尋ね、私が答えると笑いながら帰るのですが、それだけなんです。こちらとしては世間話でもしようかと試みるのですが、話しかけても無視して帰るので、会話が成り立ちませんでした。会話をする気がないのなら、なぜ話しかけてくるんだろうか。入院3日目で、私の点滴が外れて食事が提供されました。ご飯はでんぷんの海苔のようなドロドロの液体と、薄い具なし味噌汁だけ。それでも味覚を刺激され、食べ物のありがたみをしみじみと実感しました。その夜またトイレに行くと、またあの男性と遭遇しました。やはりまた、調子はどうだいと一方的に質問をしてきました。私はその方の態度への不満と、食事ができるようになった嬉しさも相まって、こう答えました。おかげさまで、やっと点滴が取れました。食事もできるようになって、あとは退院するだけですね。すると男性は、私の返答を聞いた途端に、がっかりした表情をしました。普通なら、礼儀でも他人の回復を喜ぶべきだと思うのですが、不快に思った私が何も言い出せないほど、あからさまに落胆していました。その様子に、私はかける言葉もありません。男性は、とぼとぼと部屋へ戻ってしまいました。それからその男性と会って、調子はどうだいと尋ねられることはありませんでした。食事も次第に普通食へと戻ってきた私は、
散歩がてら病院内を歩くように心がけました。広い病院とはいえ、自分のいるフロアに飽きた私は、他の階へと足を運んでみます。うろうろしていると、ストレッチャーに患者が乗せられて移動している場面に遭遇しました。これからお風呂ですよ。さっぱりしましょうね。看護師さんの会話から察するに、これから入浴にでも行くのでしょうか。患者さんの方はというと、寝たきりで全く反応がありません。私は廊下の端へと移動し、邪魔にならないように配慮をします。そしてすれ違う瞬間、患者さんの顔を見て私はぎょっとしました。その患者さんは私に、調子はどうだいと尋ねていたあの男性でした。その足で私はナースステーションへと向かい、良くないと思いながらも気になっていることを尋ねてしまいました。今、寝たまま運ばれた患者さんはどういったご病気なのですか？ごめんなさいね。そういったプライベートなことは答えられないんですよ。そうですよね。私、下の階で入院しているものなんですけど、よくあの人から声をかけてもらっていたので、気になって、すいませんでした。私がそう言った瞬間に変な空気になって、看護師さんたちが顔を見合わせました。そして看護師さんの一人が、見間違いじゃないですか？あの方はずっと寝たきりで、意識もなくて、歩けたとしたら家族の方が泣いて喜びますよ。と言うではありませんか。私は退院してから今のところは大病もなく健康に過ごしています。寝たきりの男性はその後どうなったのでしょうか。気がかりではありますが、赤の他人である私は詮索もできません。私へ声をかけた男性は一体何だったのでしょうか。あの嬉しそうな笑みとがっかりした姿を思い出すと複雑な心境になります。この話を思い出すのは、決まって山の地図を広げた時だ。どの地図を見ても、あの尾根だけは線が曖昧で名前も載っていない。最初にその尾根の話を聞いたのは地元の漁師からだった。酒の席で何気なく山の話題になった時のことだ。そこは登る場所じゃない。理由を聞いても漁師はそれ以上説明しなかった。危険だからでも道がないからでもない。用がないという言い方だけが妙に引っかかった。実際にその山に入ったのはその数年後だ。登山道の整備計画で周辺の地形を確認する必要があった。正規ルートから外れることはなかったが、問題の尾根が視界に入る位置まで行く予定だった。山に入った朝、妙な静けさがあった。鳥の声が少なく、風も弱い。天候は安定しているのに、山が息を潜めているようだった。尾根が見える地点に近づくにつれ、同行者の口数が自然と減っていった。誰かが何かを感じ取っているのははっきりと分かった。あの漁師の言葉が頭の中で何度もよみがえった。登る場所じゃない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 。
それでもその時は引き返さなかった。あの尾根がこちらを選んでいたことに、その時は気づいていなかったんだ。尾根が正面に見えた瞬間、空気が変わった。冷えたわけでも湿ったわけでもない。ただ音が一段落ちたように感じたんだ。足音はする。呼吸も聞こえる。それ以外が抜け落ちていた。尾根へ続く獣道は途中で途切れていた。不自然なほどきれいに。踏み固められていた痕跡だけが残り、その先が空白になっている。その空白の向こうに白いものが見えた。最初は岩肌が光っているんだと思った。だが輪郭が揺れている。縦に長く背中のような曲線を描いていた。距離はある。それなのに異様にはっきりと見えた。動かない。こちらに背を向けて尾根の向こうを見ている。獣なら気配でこちらに反応するはずだった。人なら衣服の色や形がわかる。だがどちらでもない。同行者の一人が小さく息を吸った。声を出そうとしたんだと思う。その瞬間、白い背中が動いた。歩くというより位置がずれる。地面との接点が見えない。足音も草を踏む音もない。それなのに距離だけは一定だった。追えば追うほど縮まらない。行くな。背後から声がした。振り返るとそこには漁師が立っていた。いつの間に来たのかわからないほどの距離に。漁師は白いものを見ようとはしなかった。視線は俺たちだけを捉えていた。そこは境だ。越えると戻らない。もう一度前を見ると白い背中はいなかった。ただ尾根の向こうからこちらを待つ気配だけが残っていた。下山してから違和感ははっきりした形になった。装備を片付けているとザックの縫い目に白い繊維が絡んでいるのに気づいた。獣の毛にしては細すぎる。指でつまむと軽いのに離れない。引っ張るほど絡みついてくる感触があった。同行者の装備にも同じものがついていた。全員分だ。尾根に立った時間は短かったのに。洗っても落ちない。乾かしても色が変わらない。時間が経つほどに存在感だけが増していった。数日後、あの漁師に再会した。白い繊維の話をすると、漁師は黙って聞いた後、短く言った。
境を越えかけた証だ。理由を聞くと、漁師は視線を山の方へ向けた。山はあれを外に出さない。あれが出たら山が山じゃなくなる。返し方を教えられた。同じ山域に入り、境より手前で装備を地面に置く。それ以上は何もするな。言われた通りにすると、白い繊維は風にほどけるように消えていった。あれが何だったのかは今でもわからない。ただ一つ確かなのは、あの山には飼われているものがいるということだ。獣でも幽霊でもない。山が自分の内側に留めている何かだ。だからあの尾根には名前がない。名前をつけた瞬間、それは外に出てしまうからだ。あの部屋のことは今でも忘れられない。高校を卒業した春、仲の良かった5人で最後の思い出に温泉旅館へ行った。山の中にある少し古い旅館だった。木の匂いがして廊下はきしむ。でも卒業旅行にはちょうどいい雰囲気だった。受付で名前を伝えると、旅館の人が少し困った顔をした。本来は4人部屋しか空いていないんですが、1部屋だけはあります。そう言って案内されたのは廊下の一番奥だった。他の部屋は明かりがついているのに、そこだけ暗い。まるで長く使われていないような雰囲気だった。掃除はしてありますので。旅館の人はそう言ってすぐに戻ってしまった。襖を開けると広い和室だった。畳は少し色が古く、壁の木も黒ずんでいる。だが布団はごくみきれいに敷かれていた。広くていいじゃん。友人の一人、亮が笑いながら窓を開けた。外は山の斜面で木しか見えない。街灯もなく、夜になるとかなり暗くなりそうだった。俺たちは荷物を置き、温泉へと向かった。温泉は普通だった。むしろ気持ちよくて、みんな上機嫌だった。問題が起きたのは部屋に戻ってからだった。夜11時頃、みんなでコンビニで買ったお菓子を食べながら、卒業の話や将来の話をしていた。その時だった。廊下で足音がしたんだ。ミシ、ミシッとゆっくりと歩く音。この階はほとんど客がいなかったはずだった。足音は廊下の奥から近づいてくる。ミシ、ミシ。そして部屋の前で止まった。誰も何も言わなかった。ただ5人とも音を聞いていた。次の瞬間、コンと襖の向こうから軽く叩く音がした。あれ？誰か来た？亮が言ったが誰も返事はしなかった。旅館の人なら声をかけるはずだ。だが何も言わない。しばらくすると足音は遠ざかっていった。何だったんだ？今の。誰かがそう言った。その時俺はふと気づいた。布団が一つ窓の近くに寄っていたんだ。さっきは並んで敷いてあったはずなのに。誰も触っていないのに一組だけ少し離れていた。亮がその布団に寝転びながら言った。この部屋さ、
なんか変じゃない？その時はただの気のせいだと思っていた。でも朝になる頃、亮はその窓から落ちていたんだ。亮が窓から落ちたと聞いたのは朝の6時頃だった。廊下が騒がしくて目が覚めた。旅館の人たちが慌ただしく走っていて、俺たちの部屋の襖も突然開いた。お客様、大丈夫ですか？旅館の人の顔は青ざめていた。どうかしましたか？そう聞いた瞬間、嫌な予感がした。このお部屋の方が下で倒れていまして。全員が一斉に窓を見た。窓は開いていた。そして寮の布団だけが空だったんだ。俺たちは慌てて外へ出た。旅館の裏手は斜面になっていて、その下に寮が倒れていた。動いてはいた。だが足の形がおかしかった。明らかに折れているんだ。救急車が呼ばれ、寮は運ばれていった。そして俺たちは旅館に戻された。昨夜、何かありましたか？そう旅館の人に聞かれた。俺たちは昨日の足音とノックのことを話した。すると旅館の人はしばらく黙った。それから小さくこう言った。この部屋、本当は使ってはいけないんです。俺たちは顔を見合わせた。え？なんで使っちゃダメなんですか？昨夜は満室で、どうしても部屋が足りなくて。理由を聞いてもはっきりとは言わなかった。ただ一つだけ聞いた。この部屋は昔事故があったんです。それ以上は何も話してはくれなかった。朝食の時間になったが、誰もほとんど食べれなかった。亮がいないだけで空気が重かった。だが、もっと嫌なことが起きた。朝食の後、部屋に戻った時だった。布団を片付けようとしていて、一人が声を上げた。なあ！全員が振り向いた。指さしていたのは窓の横の布団だった。亮が寝ていた布団。その布団だけびっしょりと濡れているんだ。まるで誰かが外から入ってきて寝ていたみたいに。窓の外は夜露で濡れている。その水が布団に染み込んでいた。だがおかしい。亮が落ちたのはまだ暗い夜中だった。つまりその後、誰かが窓から入って、その布団で寝ていたことになる。その夜俺たちは誰も窓を開けていない。そしてその布団は朝までずっとそこにあった。俺は窓の外を見る。すると斜面の途中に足跡が見えた。濡れた土の上に裸足の足跡。それは窓の下から上へ向かって続いていた。その足跡を見た瞬間、背中が冷たくなった。斜面はかなり急だ。普通に登るのも大変な場所だ。それなのに、裸足の足跡が窓の下からまっすぐと上に続いていた。誰かが夜中にそこを登ってきている。そう考えるしかなかった。でもこれ、誰の足跡だ？友人の一人が言った。だが誰も答えられなかった。亮は夜中に落ちた。その後救急車で運ばれている。旅館の人たちも、そんな斜面を裸足で登る理由はない。それに足跡は一つしかない。降りた跡がないんだ。つまり、登ってきた人間は、まだこの部屋にいることになる。誰もその言葉を口には出さなかった。だが全員同じことを考えていた。急に部屋の空気が重くなった。もう帰ろうぜ。と誰かがそう言った。チェックアウトの時間を待たず、俺たちは荷物をまとめた。
その時だった。押し入れの中からコツッと小さな音がした。全員が固まる。さっきまでそんな音はしていなかった。もちろん押し入れの襖は閉まっている。コツッ、また鳴った。中から軽く叩くような音だった。昨日の夜のあのノックと同じ音。誰も動かなかった。そしてしばらくして、亮と一番仲の良かった友達がゆっくりと襖を開けた。だが中には誰もいなかった。布団も荷物も何もない。ただ押し入れの奥の板に濡れた手の跡がいくつも残っていた。小さな手だった。子供の手くらいの大きさ。それが内側から何度も押し付けられたように並んでいたんだ。その瞬間、旅館の人が慌てて部屋に入ってきた。この部屋は使わないでください。強い声だった。そしてこう言った。昔この部屋の窓から子供が落ちているんです。それ以来夜になると窓から登ってくる音と襖を叩く音がするらしい。俺たちは何も言えなかった。そして帰り道に病院から連絡があった。亮は助かってはいたが、足の骨を何本も折っていた。そして運ばれる前にこんなことを言っていたらしい。夜中、窓の外に子供が立っていたんです。部屋に入れてやったら押されたんだ。それ以来俺たちはあの旅館には行っていない。ただ一つだけ今でも気になっていることがある。あの朝、押し入れの手形は全部で5つあった。俺たちは5人で泊まっていた。でもそのうちの1つは、寮のベッドのすぐ横についていたんだ。あの橋のことを知ったのは旅館の主人からだった。3年前の冬、俺は一人で温泉街に泊まりに行った。仕事が続いていて疲れていて、とにかく静かな場所に行きたかった。その温泉街は山の奥にあって観光客も少ない。小さな川に沿って古い旅館が何軒か並んでいるだけの場所だった。俺が泊まったのはその中でも一番古そうな旅館だった。木造3階建て。廊下も階段も歩くとギシギシとなる。夕飯の後風呂に入って部屋に戻る途中、廊下で主人に会った。70歳くらいの男。世間話をしているうちに主人がふとこんなことを言った。夜は橋の向こうには行かない方がいいですよ。俺は聞き返した。橋ですか？主人は窓の外を指さした。旅館の裏を流れる川。その少し下流に古い橋がかかっている。昼間、旅館に来る途中で見た。ただの古い橋にしか見えなかった。俺が理由を聞くと主人は少し黙った。それからゆっくりとこう言った。渡ると戻らない人がいるんですよ。思わず笑いそうになる。よくある階段だと思った。だが主人だけは真顔だった。昔からなんです。橋を夜に渡ると帰り道で事故に遭う人が多い。不思議なくらい続いているんです。そう言って主人は話を終わらせた。部屋に戻ってもその話が頭に妙に残っていた。窓から外を見る。川の向こうにあの橋が見える。街灯が一つだけ立っていて、その下に橋がぼんやりと浮かんでいる。夜11時くらいだった。雪がうっすらと降っていた。橋の上には誰もいない。ただ、
その時ふと思った。渡ったらどうなるんだろう。怖いというより確かめたくなったんだ。俺はコートを着て旅館を出た。雪は弱かった。川の音だけが聞こえる。橋まで歩いて1分くらい。目の前に来ると昼間より古く見えた。木の板が黒くなっている。踏むとギシッと音がした。橋の真ん中まで来たとき、向こう側に人が立っているのに気づいた。女だった。白い服で長い髪。橋の向こうにじっと立っている。そして俺と目が合った瞬間、女はゆっくり橋の向こうへと歩いていった。まるで、こっちに来い、そういうみたいに。女の後ろ姿はすぐに暗闇に溶けた。橋の向こうは街灯がなく、川沿いの細い道が続いているだけだった。俺は橋の真ん中で立ち止まった。さっきの女、旅館の客だろうか。だがあの時間に一人で橋の向こうへ行くのは少し不自然だった。雪はまだ静かに降っている。橋の板の上にうっすら積もり始めていた。その時気づいた。橋の向こう側の雪の上に足跡がある。それは裸足の足跡だった。小さくて細い足。雪の上にはっきりと残っている。それはさっきの女のものだった。ただ妙だった。足跡は橋の向こうへと続いている。だが橋のこちら側には一つもないんだ。つまり女は橋の向こうから来ていない。どこからか突然そこに立っていた。そう考えた瞬間、背中が重くなった。橋を渡りきるか戻るか、ちょっとだけ迷った。だが結局俺は橋を渡ってしまった。ここまで来たのに戻るのも変な気がしたからだ。橋の向こうに出る。川の音がだんだん大きくなり、道は細く、街灯もない。雪が地面を白くしている。そしてあの足跡。裸足の足跡が道の奥へ続いている。俺はその後を追うように歩いた。十数メートルほど進んだ時だった。突然足跡が止まった。雪の上でぷつりと消えている。その場で終わっていたんだ。まるでそこで人が消えたみたいに。ギシッという音。橋の音だった。誰かが橋を渡っている。俺は振り返る。雪の中で橋の上に人影が立っていた。白い服の女。さっきの女だった。だがさっきと違う。今度は橋の真ん中に立っている。そしてこちらを見ている。そのままゆっくりと腕が上がり、指がこちらを指した。俺に向かって。その時背後でもう一つ音がした。雪を踏む音。俺はゆっくりと振り返る。道の奥、暗闇の中に同じ女がもう一人立っていた。道の奥に女が立っている。白い服、長い髪。さっき橋の向こうに歩いて行った女と同じだった。俺はゆっくりと振り返る。橋の上にも同じ女が立っている。つまり、前にも後ろにも同じ女がいるんだ。雪の中で二人とも動かない。ただこちらを見ている。いや、見ているはずなのに、顔がよく見えなかった。髪が垂れて、表情が隠れている。俺はその場から動けなかった。橋に戻るか、奥へ進むか。どちらにしてもあの女の横を通ることになる。その時、奥に立っていた女がゆっくりと歩き始めた。雪を踏む音がする。ギュッ、ギュッ、
と俺に向かってくる。同時に橋の上の女も歩き始めた。こちらへ挟まれる形だった。俺は反射的に走る。橋の方へ。とにかく旅館へ戻ろうと思った。橋に飛び乗り、木の板が大きくなった。ギシ、ギシ、と雪で滑る橋を必死に走る。背後で足音が聞こえた。裸足の足音。橋の上をすぐ後ろで誰かが走っている。俺に振り返る勇気はなかった。その時旅館の明かりが見えてきた。あと少し。その時だった。足元で大きく音が鳴った。橋の板が折れたんだ。俺の体はそのまま落ちた。冷たい水に叩きつけられる。川の流れが強かった。俺は必死に岸へ上がろうとした。その時、水の中で足をつかまれた。冷たい手だった。下から何かが俺の足を掴んでいる。引きずり込もうとしていた。俺は必死に暴れて岩にしがみついた。なんとか岸に上がった時、俺の足首にははっきりと手形が残っていた。青黒い指の跡だった。あれから3年、俺は今でも右足を引きずって歩いている。骨は折れていない。だが足の感覚が戻らないんだ。医者は原因がわからないと言った。ただあの旅館の主人は最後にこう言った。橋を渡った人はね、大体何かを持って帰るんですよ。俺はその意味を最近知った。冬になると右足が冷たくなるんだ。まるで氷水にずっと浸かっているみたいに。そして夜中布団の中で濡れた手が俺の足首を探しているんだ。最初にあの間取り図を見た日は何の違和感も覚えなかった。ただの古い物件資料。築40年の小さなアパートで、俺が担当をしたのは退去後の原状回復の確認だった。会社の倉庫で資料を探していたとき、一冊だけ黄ばんだファイルが棚の隅に落ちていた。開くと、雑にホチキスで留められた間取り図が出てきた。そこには、見たことのない部屋が一つ書かれていた。1K のアパートのはずなのに、右端に小さく、物置と書かれた4畳のスペースがある。現地の間取りには存在しない部屋だ。俺は妙だと思いながらも、古い設計図の名残だろうと軽く流し、現状回復の立ち会いへ向かった。物件は薄暗い通り沿いに立っている。壁は汚れ、階段はところどころ錆びていた。誰も住んでいないアパート特有の空気の重さが階段の途中からずっと肌にまとわりついていた。部屋に入ると前の入居者が急に出て行った理由がわずかにわかる気がした。空気が冷たい。窓は閉まっているのにどこからか細い風が流れ込んでくる。室内を一回り見ていると壁に不自然な線が浮かんでいるのに気づいた。指でなぞるとそこだけ冷たさが違う。薄く板を張ったような感触があった。そしてその線の形はあの間取り図に書かれていた物置と全く同じ位置だった。偶然とは思えなかった。俺は試しに耳を当ててみた。すると内側からコツコツと何かが軽く壁を叩く音がした。呼吸が一瞬止まった。隣の部屋ではない。この壁の中から聞こえているんだ。背中に冷たい汗が流れたその時、部屋の入り口でカタッと物音がした。振り返っても誰もいない。ただ、
玄関の床に泥のついた靴の跡が一つだけあった。俺の靴とは形が違う。前の入居者が残した跡にしては新しすぎた。壁の中の音が止んだ。静寂の中、さっき落とした古い間取り図を拾い上げると、4畳の物置の線が薄く震えているように見えた。まるでその部屋はまだあると伝えてくるみたいに。その瞬間、背後の壁がトンと叩かれた。だが一度ではなかった。2回、3回、4回、だんだん強くなる。壁の向こうで誰かが確実に動いている。誰かいるのかと口から勝手に声が漏れた。すると壁の中からはっきりと聞こえてきた。トン、トントン。それはもう物音ではなかった。壁の向こうから帰ってきたトン、トントンはどう考えても人間の意志を持った音だった。背中に冷えたものが上がっていく。けれど逃げようとしても体が動かなかった。足だけが床に張り付いたみたいに固まっていた。しばらくすると壁の中で何かがゆっくりと移動する音がした。擦れるような、狭い場所を這うような、不自然に長い何かが動く音。それは玄関の方へ向かっているように聞こえた。やめてくれ。思わず漏れた声に反応するように音がピタリと止まった。次の瞬間、玄関の床に置いていた間取り図が不意に風もないのにめくれ上がった。そのめくれた部分には4畳の物置に続く点線のような通路が書かれていた。こんな線、さっきはなかった。指でなぞると紙がじっとりと湿っている。冷たくて、まるで誰かの手汗が染み込んでいるようだった。その時だ。ガリッ、ガリッと玄関の床下から金属を引っかくような音が響いた。アパートの構造上、床下に空洞はない。それでも確かに何かがいる。玄関の隅のクッションフロアがゆっくりと膨らんだ。指で押し返してくるように内側から持ち上がっている。膨れた部分がやがて拳大の盛り上がりになり、その真ん中がプツンと破れた。暗い穴が開いた。その穴の奥から生臭い冷気が吹き上がる。そして白い指が一本、ニュッと出てきた。細くて異常に長い指。爪は固く反り返り、皮膚は土で汚れたように黒ずんでいた。指は床をつかむように曲がり、ゆっくりと穴から這い出してくる。一本、また一本。気づけば5本より多い手になっていた。俺は一歩後ずさり、壁際まで下がった。心臓の音が喉まで上がってくる。呼吸が浅くなる。ふと視線が壁に向いた。壁に貼られた古い間取り図が勝手にふわりと揺れた。その揺れと同時に図面の中の物置の線がかすかに開いた。開いた部分はまるで扉のように見える。その瞬間、背後の壁から声がした。ここだよ。低くくぐもった声。壁の中から、そして物置の位置から。足元の穴では白い指が床を叩くように、カン、カンカンと音を立てた。壁の向こうの足元の下、二方向から同時に呼ばれている。逃げ場なんてどこにもなかった。足元の穴から伸びる白い指は、床を掴んで俺の方へとじりじり迫ってきた。壁の中からはさっきより近い声がする。こっちだ。開けてくれ。その声ははっきりと人の声だった。だけど、
普通の人間が出せる響きではない。狭い場所で何年も押しつぶされていたような乾いた奥に詰まった音。俺は震える手で壁を押した。そこにはただの薄いベニヤ板が張っているだけのはずなのに、指が沈むほど柔らかかった。ベニヤ板が中から押されている。ドン、ドン、ドン。壁の中の何かが強く叩いている。同時に足元の穴からは細長い腕が一本ゆっくりと伸びてきた。指が5本ではない。7本、8本。必要な分だけ勝手に増えていく。その腕が俺の足首を掴んだ。冷たすぎて痛みより先に痺れが来た。離せ、離せって。俺は必死に振りほどこうとしたが逆に引かれた。床下に沈められるようにかかとがフロアにめり込んでいく。壁では今度は爪が引っかく音がした。ガリガリ、ガリガリとベニヤが裂ける。あと少しで破られる。間取り図を見ると存在しないはずの物置に書かれた扉の線が完全に開いていた。図面の中の空間に黒い影がうごめいている。そこは絵ではない。中が動いている。足元の腕の力が弱まった。膝まで沈み、骨がきしむ音がした。痛みが遅れて襲ってきた。壁の中から手が一本、ベニヤを破って突き出た。白く、細く、指が曲がっている。その手が俺の肩を掴んだ。引きずられる。床下と壁の両方から二つの方向に同時に。やめてくれ！本当に！叫んだ瞬間、壁の奥から顔が覗いた。真っ暗な穴のような目。皮膚は土と埃でボロボロ。だが口だけがはっきりと動いた。ここに来い。次の瞬間、壁の穴に片ごと引きずられた。骨がきしむほどの力で、上半身がベニヤの向こう側にめり込んでいく。足元の腕は逆方向に引く。体が裂ける痛みで視界が白く染まった。そして、どちらかが勝った。壁の中の手が俺を強く引っ張り、肩ごと、胸ごと、頭ごと、壁の向こうへと沈めた。最後に見えたのは、部屋の床に落ちた古い間取り図。その物置の部分がゆっくりと閉じ、図面が静かに平らに戻っていく。そこにはもう余計な部屋は書かれていなかった。まるで最初から存在していなかったかのように。アパートの中には何も残らなかった。仮想上のあの光景は時間が経っても頭から消えなかった。思い返すたびに胸のあたりがじわっと冷えていく。あれは祖母を送った日のことだった。式が終わり、火葬炉の前に家族が並んでいた。薄暗い廊下の奥に炉があり、そこだけ空気が重く沈んでいるようだった。壁に反射する赤い光が揺れ、静かな度胸の声だけが響いていた。職員が合図を送り、炉の扉がゆっくりと開いた。金属の軌道が擦れる音が長く伸び、その度に空気がひんやりとする。祖母の棺が台の上で待っている。家族は静かに頭を下げた。そこで俺はある違和感に気づいた。火葬炉の前、家族が並ぶ列のちょうど端、そこに見知らぬ子供が立っていたんだ。年齢は多分小学校低学年くらい。服はくすんだ色のパーカーで、髪の毛は肩のあたりで切り揃えられている。
親戚にこんな子はいない。参列者にもいなかった。なのにその子は炉の前で笑っていたんだ。細い唇をゆっくりと引き上げ、小さな歯を見せながらこちらをじっと見ている。目だけが異様に動かない。俺は最初、誰かの家族が間違ってここに来たのかと思った。だがそんな間違いで済む雰囲気ではなかった。祖母の棺が炉へ押し込まれ、扉が閉まる。度胸の声が止まり、職員が小さく頭を下げた。その時だった。笑っていた子供が炉の扉へまっすぐと近づき、頭を傾けた。まるでその中を覗こうとするみたいに。俺は思わず周りを見た。しかし家族は誰も気づいていなかった。隣にいた母ですら、視線は職員へ向けられたまま、子供の姿なんて見えていないようだった。次の瞬間、子供がゆっくりと振り返った。目があった。その目はまるで黒い穴みたいに奥が見えなかった。笑いながらまっすぐ俺の方へ歩いてこようとした。俺は動けなかった。何か言おうとしても喉が塞がったみたいで声が出なかった。その時、火葬炉の奥から金属を叩くような音が響いた。ガン、ガン。家族が一斉に振り返る。同じ瞬間、子供の姿だけがふっと消えた。まるで最初からいなかったかのように。ただ炉の前の床に小さな濡れた足跡だけが残っていた。それを見たとき、胸の奥がじわっと冷えていった。あの子供は俺に気づいていた。子供の姿が消えた後も、火葬炉の前には明らかに異様な空気が残っていた。家族は金属音を不思議がっていたが、あの足跡には誰も触れなかった。見えていなかったからだ。濡れた足跡は小さな靴の形ではなく、裸足の形だった。5本の指がくっきりと残り、炉の前で止まっている。まるで、ここにいた、と示すように。俺だけがその痕跡を見つめていた。式場のスタッフが、建物の振動による音かもしれません、と説明をしたが、そんな軽い話には聞こえなかった。家族は火葬が終わるまで控え室で待つことになり、俺もその列に並んだ。控え室に入った瞬間、背中に冷たい視線のようなものを感じた。反射的に扉の方を振り返ったが、誰もいない。ただ廊下の奥の暗がりに、一瞬だけ小さな影が揺れた気がした。気のせいだと思いたかった。けれど、胸の奥のざわつきは強くなるばかりだった。火葬が終わり、骨上げの時間になった。案内された部屋に入ると、白い骨壺の横に祖母の遺骨が並べられていた。家族が箸を持ち、順番に骨を拾っていく。その時また、あの気配がした。部屋の隅、誰もいないはずの空間に子供が立っていた。さっきと同じ笑ったままの顔、肩までの髪、くすんだパーカー、そして俺をじっと見ている。心臓の鼓動が耳の奥まで響くほど速くなった。家族は誰も気づいていない。おじが、こっちの骨を持って、と俺に声をかけた瞬間、子供がゆっくりと動いた。骨の並ぶ台へと近づいていく。その足取りは音もなく滑るようだった。そして祖母の遺骨の前で止まった。俺は息を飲んだ。子供が手を伸ばしたからだ。小さな指先が祖母の足の骨あたりへ触れようとした。その瞬間、部屋の照明が一度だけ弱くなり、薄暗い影が広がった。家族がざわつく。あれ？
電気の調子が、と誰かが言った。だが、俺は照明よりも足元に目を奪われた。子供の影が一本多かった。子供の影とそのすぐ後ろに背の高い大人の影が重なっていた。大人の影は子供のものではない。形が祖母のそれに近かった。ただ歪んでいる。そしてその影は子供と同じ動きをしていた。子供が祖母の骨へ触れたとき、影のもう一つも骨へ伸びていった。見てはいけないものを見ている感覚がした。冷たい汗が背中を流れる。だが次の瞬間、影はふっと消えた。照明が戻り、子供の姿もいなくなっていた。だがただ一つだけ変わっていた。祖母の骨の中で一つだけ湿っている骨があった。まるで誰かが触ったばかりのように。湿った骨を見た瞬間、体のどこかが冷えるというより止まる感覚になった。俺だけが見たことも、俺だけが気づいていた足跡、そして祖母の骨に残った湿り、それらが一本の線につながってしまった。あの子は最初から俺にだけついてきていた。骨上げが終わり、骨壺を係員へ渡して部屋を出る準備をしていた時だった。控え室へ向かう廊下の奥から小さな笑い声が聞こえた。俺は立ち止まった。家族は気づかずに歩き続ける。ただ廊下の明かりの境目にうっすらと子供の影が立っていた。笑っている。廊下の向こうで肩を揺らしながら声を殺すように笑っている。俺は足が動かなくなった。その影はゆっくりとこちらへ伸びるように感じた。だがその時、係員が骨壺を運ぶワゴンを押して横を通り過ぎた。その振動で視界が揺れた瞬間、影は消えていた。安堵する暇もなく係員がこう言った。失礼ですが、先ほど骨を並べた際に少し気になることがありまして。俺の心臓が大きく跳ねた。おばあさまの骨の列に小さな子供の足の骨が一つだけ紛れていたように見えたんです。胸の奥が凍る音がした気がした。もちろん、こちらの勘違いかもしれません。ただ湿っていたので、触られたのかな、と。その瞬間俺は悟った。あの子は祖母の仮装に紛れ込んだんではない。炉の向こう側から出てきたんだ。家族が外へ向かう中、俺は最後尾を歩いていた。出口の自動ドアが開き、冷たい外気が流れ込んでくる。その風に混じって足元から濡れた音がした。俺はゆっくりと下を見た。濡れた小さな足跡が俺の足元に並んでいた。さっきまでなかった足跡が横に寄り添うようについていた。そしてその足跡は出口の外へ向かって続いていた。外へ出るとアスファルトの上にも同じ濡れた足跡が街灯に照らされていた。まるで俺と一緒に帰ろうとしているみたいに。家族は誰も気づかない。足跡はどんどん伸びていき、俺の影と重なった。その影の上でかすかに笑い声がした。帰ろう？聞こえた。はっきりと俺の耳元で。逃げようとしても、足跡は俺の歩幅に合わせてぴったりとついてくる。俺が連れてきたんではない。あの子が俺を選んだんだ。葬式の日を境に夜道を歩くと、必ず後ろで濡れた足音がする。ペタ、ペタッと。まるで火葬炉の前で笑っていたあの子が、今も隣で歩いているみたいに。